今回展示しようと思っている作品は、千住元町倉庫という、その名前の通りなんですけど、もともと倉庫だった、建物を改修したプロジェクトになります。で、その改修の記録とか、そこにストックされている物事の、移動について、今回の展示では紹介したいなと思っています。僕たち東京の足立区でやってるんですけど、職人さんが数多くいるんですよね。で、僕たちの事務所も電気施工会社の方とシェアをしていて、でそういうものを作る距離が近いっていうことで、その背後にいるそういう人、作ってる人っていうことをそれを建築の動きとともに表現できたらいいなと、思ってます。新宿ホワイトハウスっていうのが、ただ建築として自立しているというわけではなく、やっぱ使っている人たちがものすごい手入れをしている。で、あと他の自然環境、庭の木とかがすごい大きくなっちゃってて、もう壁を突き破ったりしながらも、なんとかその新宿ホワイトハウスの磯崎さんが設計の意図した立方体が保たれているっていう状況に僕はすごい興味を持っていて、竣工時から改修とか、あと無数の展示が行われてきたんですけど、その展示の中には現状復帰してまっさらな状態に戻るものもあれば、そこでホワイトハウスに改修を加えて、それが引き継がれているものがあって、そういう無数の改修とか展示の、重なりみたいなものを展示で共有できたらなというふうに思っています。100年かけて劇場を作るプロジェクトっていうのをやってまして、その喜界島っていうのがサンゴ礁の研究でとても有名な島なんですけれども、そこで研究している研究者の方々と一緒に、100年かけてなので、完成する頃には我々はもう生きてないんですけれども、そういう、長い射程で建築を作っていけないかっていうプロジェクトを構想していて、そのプロジェクトについて、紹介するという展示になります。島だけではなくて、この機会にもう本当にここに集まった人と考えていくっていうことを展示でやろうと思っています。建設中だった10階建てのマンションがあるんですけど、その裏にひっそりと梅若能楽堂が佇んでいて、その裏に大きな階段があって、裏に古民家があって、祠があったり、都会の喧騒から隔離されたようなちょっと不思議な空間があったりして、その場所に出会った時にずっとここに関わり続けたいなと思ったのがきっかけです。で、そのオーナーと話していた時に、中野のちょうど中心ぐらいの場所にあるんですけど、その中野って彼女が呼んだその町のこれからっていうのを一緒に歩んでいけたらなと思って、でそこから成り行きでカフェを始めることになったんですけど、飲食店同士のつながりだったり、いろんなイベントとか、そういう広がりが始まって、そういうことを展示の内容にできたらなと思っています。今回ここでやることだけで終わらないようなことにしていけたらなと思ってます。今年がカーサーとして事務所が5年になりますので、それでもうちょっとまとめたくて、どのプロジェクトやったとか、これから何やりたいとか、これは全部まとめていろんなプロジェクトを見せるとか。で
なんかこう展覧会自体を展っていうよりはなんか線として捉えようっていうのをやっていきたいなと思っていて、一つこうプロジェクトとしてこういろんな作品を発表するんですけれど、それをもとに今度いろんなこう作家さんだとかアーティストとか写真家とかそういう方々にこの会場に来ていただいて、で作品を見てもらって、そこから今度僕らの作品から何かこう得たインスパイアみたいなものを次の作品として作ってもらう。でそれを違う会場で後日作品展とかグループ展じゃないけれど、なんかそういう集大成としてのボイスっていうものを作品として展示をしていこうっていうふうに思っています。普段建築を考えるときになんかこう形容詞とかで形容できるような、なんかそんな建築が作れないかなっていうのを思ってて、例えばキュートとかプレイフルとかシリーとかまたはアグリーとかみたいな、なんか説明してなんか納得するみたいなものじゃなくて、なんかものそのものからこうオーラが発せられるみたいな状態をどうやったら作れるかなってことを日々考えてるのかなと。集合住宅のプロジェクトを展示しようと思っていて、で割と容積率に余裕があるので、なんかこう一軒家と集合住宅の中間みたいなものをなんか作れないかなっていうふうに考えていて、でそのプロジェクトはなんかルースフィットっていうのをキーワードとして、なんかこういろんなオブジェクトがなんかこうルースにラフにこう噛み合いながらなんか隙間を作ってて、でその隙間がこうバルコニーだったりひさしだったり庭だったりみたいな風にできないかなっていうのを考えています。ベトナムから来たその謎の異国の建築家がそれっぽいものを建てて、ベトナムだからできるんだね、すごいねで終わるような展示にはしたくなくて、実際そのベトナムの空気感とかなんかその、実感というか、そういうものを感じてもらって、日本だったりとか東京だったりとか大阪だったりとかでもありえるような風景とか、なんかそういったことを自分たちの実感として感じてもらえるような。例えば我々プラスチック椅子持ってきたりするんですけど、これからなんかそういったところでこうなんかその空気感の中で過ごしてもらえるような場所を作りたいなと思ったり、こう僕らが考えてじゃあこれがベトナムのやり方ですよっていうよりは、もう少し議論の発端となるようなこう考え始めるきっかけみたいなところを作りたいなと考えています。なんか今年はちょっと建築家をテーマにちょっとしたいなというふうな思いを思ってます。僕自身は建築家って何ですかって言われた時は、人々のための場所を作る仕事、自分はたまたまいわゆる建築物的に考えたりフィジカルな空間として考えるのは得意だから、あるいはそれ以外にはできないから、そういうのをやっているんですけれども、僕にとって動画を作るってことは単純に動画を作るってことではなくて、建築にとっての新しさみたいなものをそれを通して自分の体を通して見えてくるんじゃないかなみたいなふうに思ってやっているっていう感じで、なので動画を撮っても建築家だっていうのを言いたいなと思います。なんか私たちもなんかこうカフェを始めるときはそこまでは正直そんなに考えていなくて、そのなんかこうやる人がいなかったから始めたみたいな、結構割と成り行き的な感じで始めてはいるんですけど、なんかやってみて思ったのは、やっぱりそういうなんか自分たちでこう仕事を作ってそれをさらになんだろう、こう運営して設計してまた運営して設計してみたいな、そういうこう繰り返しの中でなんか得られるものっていうものがやっぱりあって、なんか今の建築家が考えすぎかなってちょっと思うんだけどこの間吉村純三の建物も見に行って、もう高さだけすごいシンプルな空間だけど、低い場所となんか2倍ぐらいかな、高い空間とそれだけで
うわーっていうの感じで、もう今はできないじゃないですか。社会的な要請みたいなのでベトナムってやっぱりまさに資本が爆発している状態のところなので、もう来月にはもうオープンしたいですみたいな、もうとにかくスタートしてもう直しながらもうバタバタバタってやって、はいオープンですみたいな、オープンしながら直していきますみたいな、なんかことがあったりとかして、なんかそうするとどうやっても難しく考えれないみたいなところがあって、なんか自然と物事がシンプルになってくるみたいな。なんかこう社会の価値を作るときに、僕らこう言ってこう思ってますっていうのをなんかこう実証しなくてもいいんじゃないかというか、どうやったら新しいなんかこう主張の仕方みたいなものをなんかこう考えられるかっていうことを僕らは考え続けたいなというふうに思ってます。私が諦めたらもうこれ終わりですみたいな、こういう瀬戸際があって、建築家はやっぱその諦めたらもう絶対立たない、実現性がこうパーセンテージも5みたいになったところから100に戻さなきゃいけないみたいなことを、結構な割合でやんなきゃいけないんです。グイーって針をもう一回こっちに戻すみたいな、その時の原動力を見つけなきゃいけない、なんかそれがやっぱ大事かなって。今年の U35 若手建築家展、新しい季節への希望が感じられる建築家の集まりだったと思います。彼女たち、彼らが、一番よりどころにしているのは自分のような気がします。自己を肯定している、そこから始まっていく。なぜかというと、これは自分というのの中に社会で必要とされている物事、あるいはいろんな偶然、それから自分が何か好きになった場所と出会ったっていうことの巡り合わせ、そういった自分の中で感じる何か、それが全てのきっかけになって世界を認識していく、そういうふうな始まりが今回の展覧会の展示の中にもあるように思います。